通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、今年ついに開業いたしました新たなユニバーサルスタジオ、エピックユニバースからの話題になります。今回ですね、この開業したばかりの新たなテーマパーク、エピックユニバースで大事故が起きてしまいました。で、残念ながらね、テーマパークではこういった事故というのはなくはないんですね。起きてしまうんですよ。なんですが、今回の件に関しましてはですね、ただの悲痛な事故では終わりませんでした。というのも、この被害者が障害者だったという点、そしてここについた弁護士が非常に曲者だったということで、現在ですね、この件ただの見せ物のようになってしまっているというんです。ということで、これね、非常に考えさせられる内容なんですが、ほとんど日本では報じられていないと思いますので、本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこれ覚えてますか？新たなユニバーサルスタジオとして、フロリダ・オーランドで今年5月に開業されました、エピックユニバースです。こちらですね、大変評判が良く、これまでね、フロリダといえばディズニーだったんですが、このユニバーサルがぐいぐいと追い上げているという状況。これがですね、今年5月についに開業したんですね。なんですが、今回開業から4ヶ月にして、とあるジェットコースターで大事故が起きてしまいました。で、まずね、このエピックユニバース、よくわからないという方も多いと思うので、こちらからね、概要を見ていきたいと思います。ユニバーサルエピックユニバースは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランドにあるテーマパークである。2025年5月22日にオープンし、ユニバーサルオーランドにおいて3つ目のテーマパーク、全体としては4つ目のパークとなった。このパークは5つのテーマエリアで構成されている。じゃあそのエリアね、ちょっと見てみましょうか。こちらですね。これね、ハリーポッター。そしてここですよ。見てください。スーパーニンテンドーワールドがあるんですね。これね、ユニバーサルスタジオジャパンが発祥なので、今回ね、日本からアメリカに輸入されることになりました。そしてその下行きますと、キックとドラゴンでしょ。そしてこれですよ。ダークユニバース。ね、映画の方は全然ダメでしたが、これがあるんですね。そしてこちら、セレスティアルパーク。ここはね、なんか宇宙とか神話がテーマになっているということで、コースターアトラクションやホテルがあると。で、今回ですね、この事故の現場になってしまったスターダストレーサーズは、このエリアに存在します。ユニバーサルエピックユニバースのローラーコースター乗車中、応答不能となった来園者某。フロリダ州にあるユニバーサルエピックユニバースのテーマパークで、ローラーコースター乗車中に来園者が意識を失い、その後病院で死亡したとパーク関係者が発表した。この事故は水曜の夜に発生。ユニバーサルオーランドリゾートの発表によると、32歳のケビン・ザバラ氏がスターダストレーサーズに乗車中、ライドの途中で意識を失ったという。乗り物が停止した際、ザバラ氏は病院に搬送されたが、その後死亡が確認された。ということでね、それがこちらのライドになるんですが、今回のね、このエピックユニバースで目玉のローラーコースターとなっております、スターダストレーサーズ。このようにね、2台のコースターが並走するんですね。ここが事故の現場となりました。スターダストレーサーズはスチール製のデュアルローンチ型ローラーコースターである。ユニバーサルオーランドは2024年1月にスターダストレーサーズとそれが属するセレスティアルパークエリアを正式に公開した。スターダストレーサーズはマックレーサーズ社によって製造され、全長500フィート、これ約1500メートルですね、の2組のレールを備えており、合計するとアメリカ国内でも最大級のスチールコースターの一つとなっている。2025年5月22日、テーマパーク全体の開業と同時に正式オープンした。ということで、いわゆるね、デュアルコースターというもので、速度がね、だいたい100キロぐらいということなので、正直ね、ズバ抜けて速いというわけでもないですね。富士急の富士山で130キロと言われていますので、なんですが G はどうなんですかね。これに関しては、レールの構造によるんでね、基本的にね、日本のライドというのは、かなりね、安全な設計になってるんですね。安全基準が海外と違いますので、海外ね、ほんとやばいですよ。ドクターね、この絶叫系大好きなんですが、カリフォルニアにね、マジックマウンテンってあるんですよ。この絶叫系ばっかりを集めたようなテーマパークなんですが、そこでね、初めて失神しそうになりましたね。例えばね、ショーで火柱が上がった時の熱とかもね、ほんと火傷するぐらい熱いですし、水がかかる量とかもちょっとね、比べ物にならないんですね。なので、日本のローラーコースターを想像していると、ちょっとその激しさが違うかもしれませんね。実際のとこわかりませんが。じゃあね、この原因が一体何だったのか。ここがね、今回の争点になっているんですね。地元の検視局は木曜日に報告書を公表。ザバラ氏の死因は複数の鈍的外力による損傷であると述べた。ただし報告書には身体のどの部分に損傷があったのかは明記されていなかった。で、今回これね、どういった状況になっていたかと言いますと、様々な証言というのが上がっていまして、
まずね、この男性、このライドが戻ってきた時には意識がなかったと言われています。そして、ボコボコに殴られたようなね、そういった状況になっていて、血が出ていたと。で、そこでね、蘇生が行われたようなんですが、もうね、この時点で脈がなくて、AED が使われたそうですね。病院に運ばれ、その後、死亡が確認されたと。で、海外ではね、こういったライドで撮影するというのが当たり前になっているんですが、このスターダストレーサーズに関しては全部ね、荷物を預けるという点と、金属探知機があるということで、基本的にこれができないんですね。ですので、この時にどうなっていたかという動画というのが撮影されていないんですね。ですので全て証言が頼りと、それでもね、それをすり抜けて、どういうわけかね、このライドの動画というのをたくさん出回っていますが、今回ね、この事故の詳細を撮影したような動画というのがないようなんですね。ですので、あくまでもね、目撃者の証言という形になりますが、こういった状況が証言されています。で、そこで問題になってくるのがこちらなんです。報告書によると、約10年間交際していた恋人が警察に対し、彼には脊椎の損傷があったと述べている。ということでですね、今回の被害者というのは、そもそも脊椎に損傷のある障害を抱えていた人物で、車椅子だったんですよ。そうすると、なんでこんなことになったのか、おそらくほとんどの人がこれ想像つくでしょう。つまり現在おそらく内部的に争っているであろう。そして今後もね、裁判の争点になるであろうところは、ここなんですね。これが原因になっていたのかどうか。そして、この家族側が雇った弁護士がこちらだったんですね。ユニバーサルのエピックユニバースのスターダストレーサーズ乗車後に亡した男性の遺族が弁護士、ベン・クランプを代理人として雇った。スターダストレーサーズ乗車後に亡した32歳の男性の遺族は著名な公民権弁護士のベン・クランプを代理人として雇った。クランプ弁護士は事故の経緯を明らかにするため、監視映像、ライドのデータなどの公開を求めている。月曜日に発表された声明の中で、クランプ弁護士は次のように述べた。この悲劇的な事故は、徹底した調査と完全な透明性を必要としている。安全であるはずの乗り物に乗った男性が亡くなったのだ。事故報告書によると、ザバラ氏は脊椎損傷があったことが明らかになったが、それが事故に関与していたかどうかは不明である。一方で、ユニバーサルオーランドの安全ガイドには、スターダストレーサーズは、背中や首、またはそれに属する身体的疾患を持つ来園者には適さないと明記されている。で、こちらがね、その弁護士です。ベンジャミン・ロイド・クランプは、アメリカの弁護士で、公民権問題及び不法亡などの重大人身損害事件を専門としている。ブレオナ・テイラー事件、マイケル・ブラウン事件、そしてここです。ジョージ・フロイド事件、マルコム X の遺族など、彼の弁護活動は、このような著名な事件を中心に展開されてきた。ということで、この人、BLM の象徴的な出来事となっております。こちら、ジョージ・フロイドの弁護士だったんですね。この人が出てきたんですよ。そして現在ですね、今回の事故に関しては、このね、被害者の障害というのは一切関係ない。すべてユニバーサル側の過失なんだと、このような弁護をしているわけですね。そして現在ですね、毎週月曜日に記者会見というのを開いておりまして、その内容がですね、非常にパフォーマンスじみておりまして、書類をね、破り捨てたり、声を荒げてみたりね、非常にパフォーマンスがかっておりまして、言ってることもね、2点3点するということで、正直ね、この人のせいで、かなりね、世間的にはこのご家族のね、心象が悪くなってしまっているというような状況になっています。そしてその後ね、こちらの記事にもなっているんですが、このね、ザワラさんのご家族を代理して、寄付というのも募られておりまして、こちらね、約3万ドル集まっていますが、こちらにありまして、葬儀や追悼式の費用を賄う支援をお願いしています。どんなに小さいご支援でも心から感謝いたします。ということで、ああいった弁護士を雇っておきながら、葬式代の寄付を募るのかよと、このような形でですね、ネットではかなり辛辣な意見が飛び交っていると、こういった状況になっています。そしてね、今回このようになりました。Slap in the face。スターダストレーサーズ乗車後に亡した男性の遺族と弁護士、アトラクションの再開を強く非難。ということでこちらですね、Slap in the face とあります。こちらが本日のキーワードになります。誰かを侮辱したり怒らせたりする行為。ということでね、こちら Slap in the face というのは慣用句になりまして、これ直訳するとね、顔に平手打ちをするですよね。なんですが、これね、比喩的に使われておりまして、侮辱とかね、冒涜、無神経な仕打ちとか、こういった意味になるんですね。で、ここよく言われるのがね、因になっておりまして、前置詞問題ですね。これなんでオンじゃないのというのがよく言われるんですが、ここがね、攻撃するようなワードの場合は、この場合はビンタですよね。例えば、ヒットとか、パンチとか、こういう場合はね、この前置詞、因になる傾向が強いんですね。この体の一部に大きな衝撃を与える。こういったニュアンスですね。だからこれがね、トントンってやる、タップになると、オンが使われるんですよね。で、これね、もうなんでなのなんて考えてると、キリがないんで、この前置詞って。これね、もうこういうものだと思って、覚えちゃってください。それが一番早いですね。
例えばこれね、以前勉強しましたね。映画を見るの場合は see を使うのに、テレビを見るの場合は watch になるんですよ。で、これなんでなんて考えてると、そんなことを考えながら英語って喋るもんではないので、覚えた方が早いです。ですので、この場合の前置詞は、on でもね、通じないことはないですが、in というのが自然なんじゃないかなと思います。ということで、こちらは、侮辱的だ。スターダストレーサーズ乗車後に、亡した男性の遺族と弁護士、アトラクションの再開を強く非難。男性の遺族はユニバーサルオーランドがこのアトラクションを再開した決定を強く非難した。著名な公民権弁護士ベン・クランプは亡くなったケビン・ロドリゲス・ザバラ氏の遺族とともに月曜日記者会見を開き、ユニバーサルオーランドの再開の決定について言及。ロドリゲス・ザバラ氏は9月17日、複数の鈍的外力損傷により亡くなっている。もしそれがあなたの子供だったら、ユニバーサルはこの家族にどんなメッセージを送ったことになるのか。それは彼らに対する、ここね、スナップインザフェイス。それは彼らに対する侮辱だ。と彼は述べた。このアトラクションは事故後、しばらくの間、運休していたが、ユニバーサルオーランドの社長兼 COO であるカレン・アーウィン氏が金曜、スタッフ宛てに書簡を送り、ライドのシステムが適切に機能していたことが確認された。として、再開することを通知した。アーウィン氏は事故直後に出した内部向け書簡でも、ライドは設計通りに作動しており、出発から走行中、そしてホームに戻るまで、機器は全て正常だったと述べている。で、今回ね、恒例となっている記者会見を開きまして、この中でね、記者からかなりクリティカルな質問というのが出されました。それは、今回の被害者、もともと背中に損傷を負っていたのではないか。こういったものだったんですね。それに対してね、非常に興味深いやり取りというのがなされました。ニュース6がクランプ弁護士に、ロドリゲス・ザバラ氏は背中や首、またはそれに類する身体的な疾患を抱えていたのかと質問したところ、クランプ氏は強い口調で、いいえと答えた。共同弁護士のナタリー・ジャクソン弁護士は次のように述べた。人々がそうした質問をしており、彼が車椅子を使用していたことを知っているという事実は、警告文があまりにも曖昧で、明確な注意喚起になっていないことを意味している。彼には慢性的な痛みや症状はなかった。先天的な脊椎の疾患、障害を一生抱えて生きてきただけであり、歩行能力や車椅子使用に関する注意はどこにも明示されていなかった。ということでね、ここではね、もうね、この担当しているこのクランプ弁護士というのは、わーっとなっちゃうんで、話にならないですね。それでそこにね、共同弁護士と言われている別の女性がね、ここにカットインしてきまして、制するんですね、この人を。そこで何を言ったのかというと、痛みはなかったんだという話をするんですよ。つまりここでね、若干論点というのをずらすんですね。疾患があったんじゃないんですか、このように言ってるんですが、疾患というのを抱えているんだけど、痛みはなかったんだと。そして、車椅子使用に関する注意はどこにも明示されていなかった。このように言ってるんですよ。なんですが、実際はですね、背中に異常がある人は乗っちゃダメですよ。このように警告されているということで、このね、脊椎の損傷なんてもろにそれなんですね。そしてね、従業員側としては、車椅子だから乗せないということはできずに、実際あなたはどういった症状があるんですかなんてことは聞けないそうなんですね。当然その場でね、ドクターを呼んできて、健康状態を検査するなんてことはできないんですよ。もう大丈夫ですと言われたらもう乗せるしかないと。なので今後もですね、これ、和解に至るまでは大変な道のりになりそうですね。今回の記者会見の件ね、こちらテーマパーク専門のアカウントですかね、伝えておりまして、遺族のことは本当に気の毒に思うけど、弁護士の対応は正直、誤りや不誠実な部分があると思う。ちょっと待って、ザバラ氏がライド中に意識を失ったわけじゃないとしたら、いつ意識を失ったんだ。だって公式発表では、ライドが終わってホームに戻った時、意識を失っているのが見つかったと言われてなかったっけ。なんかこの件って典型的な、ここね、アンビュランスチェイサー。つまりはこの事故に便乗する弁護士ってことですね。ぽい匂いがするんだよな。前回の記者会見でこの弁護士は、コースターの一番高い部分で意識を失い、その際に頭を打ったって言っていなかったっけ。そしてそれに対してね、そうですと。正直彼らが何を話しているのかわかりません。つまりは主張が2点3点してるんですね。ベン・クランプは卑劣な、ここね、また出てきました。アンビュランスチェイサー。事故に便乗している弁護士だと。ケビン・ザバラの葬儀がまだ行われていないうちに、クランプを弁護人として雇った遺族は恥ずべきだ。スターダストレーサーズは閉鎖されたままである必要はない。結局のところ、脊椎に障害を持つ人物が、そのコースターに乗ったこと自体が間違いだったのだから。ということで、この最後の部分ね、主張する人かなり多いんですけど、これはこれでね、また障害者に対しての差別だーと騒いでる人がいまして、この議論ね、もうほんとキリがないんですね。ここね、ベン・クランプ本人言いますね。ユニバーサルオーランドは静かにライドを再開し、安全ガイドを変更した。その結果、スターダストレーサーズのようなライドを含む多くのアトラクションが障害者を持つ来園者の利用を禁止する内容になっている。安全性を改善する代わりにアクセスを制限し、
全ての乗客の安全を軽視している。ということでね、傍から見ればこの人が大騒ぎした結果、制限を設けざるを得なくなっただけなんじゃないかなと思いますが、今度は制限を設けたというところに対し文句を言っていると。今度はアクセス制限に文句を言ってるのか。それがお前のやり方なんだろう。ユニバーサルがとっとと失せろと言ってくれれば本当に嬉しいよ。詐欺まがいの連中は大嫌いだ。もうこんなクソみたいな話はやめようよ。俺はこのライドにすでに5回乗ってるけど、もし自分に脊椎の障害があったら絶対に乗らないよ。見た目からしてかなり激しいのは一目でわかるし、ご冥福を祈るけど、彼は警告に従うべきだったと思う。ディズニーもこれをやってくれることを祈ってるよ。ということでね、この下にもかなり辛辣な意見というのが並んでおりまして、現在ですね、正直ここに入っている弁護士により、この一件というのが偽物のような状態になってしまっています。はい、ということで本日はですね、今年5月に開業したばかりのエピックユニバースで大変な事故が起こってしまいまして、ここに入った代理人により、この騒動が偽物のようになってしまっているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。今回のね、この件に関しては、毎週ね、このベンクランプが記者会見を開いているということもありまして、こうやって大騒ぎすることによって、ユニバーサルにとってね、頭痛の種になることによって、和解を取り付けようとしているんじゃないかと、このように言われていますね。だからこれでユニバーサルが徹底的に戦いますという風になってしまったら、状況的にね、かなり厳しいんじゃないかなと、もうこのベンクランプ側がね、というように思ってしまいますよね。で、やっぱりね、家族の行動というのも、ネット上ではね、かなり心象が悪いようで、こういった弁護士を雇いながら、葬儀費というのを募ってみたりね、そもそも彼の体の状況を一番知っている家族が、これを止めなきゃいけない立場だったんじゃないのと、このように言われてしまっている状況なんですね。でね、今言われているのがこちらですね。今回のね、ザバラさん、どうやらね、この最前列に座っていたと言われておりまして、ここですね。このね、一番前の、この部分に頭を打ち付けたんじゃないかと、このように言われています。一つの説としてね。で、ここね、ご覧になっていただくとわかりますが、体をね、押さえつける部分。これがね、頭からガバッと下ろして、胸と肩のあたりを押さえつける。あれではなくって、ここね、股の部分に、このバーを入れて腰を押さえるという、この方式をとっているんですね。これがこのライドを作っているマックライズ社の売りということで、非常にスリリングで、これが人気の要因になっているということなんですね。つまり、このライドというのはですね、もともとちゃんとね、垂直に座れる人じゃないと、乗っちゃいけないわけですよ。だから今回のザバラさんは、そもそもね、どこかのタイミングで気を失ってしまって、ここにね、頭を打ち付けてしまったのか、それとも、その障害により、自分の姿勢というのを維持する力がなくなってしまって、頭をぶつけた結果失神してしまったのか。この辺はね、現状よくわかっていないようなんですね。ただ、いずれにせよですね、このライドに乗って、失神する人というのは他にもいるはずですから。だから本当に今回の件はね、一体何が起きたのか、全くわかりませんよね。ちなみにね、まさにそれがね、こちらの記事になるんですが、これね、何を言っているかと言いますと、この事故の後、自分もね、体を痛めましたという女性が、同じくユニバーサルを訴えました。だからこれがね、このライドの危険性というのを表しているのか、それとも、この事件に後乗りでね、便乗してきたのか、このあたりもまだ分かっていないんですね。今後ね、どういったタイミングで和解に至るのか、それともそうならないのか、もし何か続報がありましたら、お伝えしたいと思います。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。